皆さんごきげんよう、上川薫です。今回の動画では、米中の関税戦争について解説します。この話題についてちょっと連日のように投稿しているのは、私自身の意図したところではありません。というのも、動画を投稿したら、その後にトランプ大統領が次々政策の変更を発表しており、さすがにこれを無視することができないからです。例えば、現在中国に対してかける関税は 145% です。一方で、中国からアメリカに対してかける関税は 125%。双方ともに 100% を超えた状態となっています。しかし、この数値がこれで終わるかどうかすらわかりません。トランプ大統領はたびたび政策変更するために、この数値についても長く続くものかどうかは全く読めないからです。そして実際にこの高い関税についても変更する可能性はトランプ大統領は口にしています。それはトランプ大統領曰く習近平国家主席は非常に優れた指導者だというような話を何度となくしており、中国との取引についても前向きだとしています。ただ、中国の習近平国家主席は話し合いを求めているというようなメッセージが発せられた様子はないことから、米中の首脳会談が行われ、そこで何か状況が一気に変わるといったことも、ちょっとすぐには起こることはなさそうです。従来の状態をまず押さえておくと、中国の輸出総額の 15% 程度がアメリカ向けのものです。一方、貿易黒字という意味では 30% が対アメリカ輸出から得ています。それだけ非常に効率よく中国としてはアメリカとの貿易で黒字を稼いできたわけです。今後それが大きく失われることとなります。そして悪影響の出方といったものはアメリカと中国ではちょっと異なるものとなります。アメリカの場合であれば、中国製品をそのまま使うのであれば価格は倍以上になる。他の国に切り替える、もしくは国産のものに切り替えるとしても、今まで中国産のものを使っていたものを切り替えるのですから、当然のように価格は上昇することは避けられません。つまりアメリカの国民の財布に打撃が加わるわけです。一方で中国の場合だと、財布に打撃が加わるといったレベルではなく、職を失うといった形で、より大きな影響が出るものとみられます。というのも、アメリカの企業が中国で工場を作って輸入していたというのであれば、他の拠点へと製造量を割り振っていくでしょうから、何も中国で作らなくてもいいやといった企業は必ず多く出てくるはずです。その時に一緒に労働者も他の国に送るなんていうことはしないでしょう。中国で雇ってきた人をクビにした上で他の国での雇用を増やすといったことは、当然のように起こるわけです。一方でアメリカ企業の下請けをやっていた場合とは異なり、中国企業が直接的にアメリカに売り込んでいた場合においては、単純に売り上げが大きく減少し、会社そのものもやはり小さくしなければならなくなります。打撃の大きさという面では、中国の方がより大きく悪影響が出るはずです。そして中国企業の生き残り策としては、迂回輸出にかけるしかありません。お隣ロシアであれば、トランプ相互関税は 0%。その他の国々であれば、今のところ一律に 10% がかけられています。ただし、どんなに迂回輸出しても、その国でのコストが必ず発生しますから、従来よりも価格競争力は減少します。中国にとっては分の悪い関税戦争だというわけです。ただ、それだけに中国側としては外交カードを持ちたいのか、一つ手札を切ってきました。それがレアアースの輸出規制です。中国のレアアースは、だいたい世界シェアの7割程度を持っていると言われています。軍事部門で使われるものも多いですし、産業部門でも当然のように必要とされています。今回の輸出規制は、全面禁輸といったような形ではなく、輸出先での使用用途などについて、全権許可を必要とするといったような内容です。おそらくは全面禁輸していないだけになんとなく希望があるようには見えますが、中国にとっての友好国に対してしか売らないといったような内容かもしれません。中国の規制というのはそのようにして、はっきりとは言わないところでの妨害工作といったものが行われるのが常です。なお、現在はトランプ相互関税については、10% 以上の部分については中国を除けば90日間の休止期間に入っています。それだけに今は米中の関税戦争だなというのが姿としては大きくなっているのですが、ちょっとトランプ大統領の暴走の行き過ぎといった面もあります。例えば、台湾の TSMC に対してアメリカにもっと工場を作らなければ関税 100% をかけると企業に対して名指しで警告を行っています。ちなみに台湾の TSMC は世界の半導体特に先端部門についてシェアナンバーワンの企業です。
アメリカの有力企業の設計した半導体を非常に多く作っており、Apple や NVIDIA、AMD など工場を持たない企業がまさにその工場と TSMC が担っているのです。そして TMC はバイデン政権の時にアメリカに工場を建てるといったことを決めて実際に建設に取り掛かり、一部ではラインが稼働し始めています。ですから TSMC を工場をもっと建てろというようなトランプ大統領の言葉は、いやいやもうバイデン政権の時に工場を建てること決まっているよというような話であり、ちょっと事情を理解していない可能性があります。しかも TSMC が作っている半導体は、先ほども述べたようにアメリカの企業が設計、そして生産を担っているものであり、価格が大幅に上昇すれば、その打撃は直接的にアメリカの企業に降りかかってきます。このちょっと待ってよトランプ大統領と言いたくなるような発言は日本に対しても行われています。トランプ氏、日本防衛、アメリカが全額負担、貿易関係の不満に重ね、トランプ大統領は日米安全保障条約に言及し、我々は日本を防衛するために多額を支払う協定を結んでいる。アメリカが全額を負担し、日本は一切負担しないと再び不満を表明した。アメリカが攻撃されても、日本はアメリカを守るために何もする必要がないとも述べた。まずトランプ大統領が日本は一切負担しない、アメリカが全額を負担しているといったような話をしていますが、これは完全な間違いです。日本はいわゆる思いやり予算といったような形で、米軍の駐留費用のおよそ 80% 程度を拠出していると言われています。このあたりバイデン大統領と並ぶぐらいに猛録している部分がさらけ出されているわけです。ただし、そのことを指摘しても何にもならないので、こんな大統領と日本は今後も付き合っていかなければなりません。そしてもう一つ押さえておかなければならないのが、トランプ大統領による関税政策によってアメリカ売りといったものも着実に進行しています。それがドル円相場です。ほんのつい数ヶ月前までであれば、1ドル155円以上といったものが続いていましたが、今や円が高いか安いかというよりも、とにかくドルが安いといったような状態となっています。現在日本の自動車産業や鉄鋼アルミに対しては 25% の関税がかかっている状態です。円安の状態が続くのであれば、この 25% の関税でも耐えることができるのですが、円高がどんどんと進んでいくと、さすがに日本の産業にとってはダメージが大きくなっていきます。そしてトランプ関税の影響によって世界的な不景気が訪れるのではないかといった話や、もしくは日本国内におけるインフレもどんどんと進むのではないかといったことから、現金給付を求める声や減税を検討した方がいいんじゃないかといった話が日本の政治的なニュースとして出ています。これに対して林官房長官が打ち消しに入りました。新たな給付金や減税を検討している事実はない。物価高やトランプ政権の関税措置による経済への影響から、与野党から現金給付や消費税の減税を求める声が高まる中、林官房長官は新たな給付金や減税を検討している事実はないと強調した上で、適切な対応を取っていくと話しました。自民党の中からも給付金はどうかといった話や、もしくは与党である公明党からも減税や現金給付といったものは検討すべきではないかといった声が上がるなど、何も野党からではなく与党の中からもこの話題が続いていました。政府としてはもはや何か対応するのが当たり前みたいな雰囲気が醸成されるのを防ごうとしているのかもしれません。なお私の考えは、現金給付でもなければ消費税の減税でもなく、そもそも基礎控除を大幅に上昇させますよという、いわゆる178万円まで控除を拡大する。しかもそれが所得制限なしでといったような方向へと話を進めるべきだと思っています。今回の動画でさすがにトランプ関税についての話は一旦お休みになるはずです。ここから先はトランプ政権と各国政府との間における個別交渉が廃止されることとなります。それに伴って、それぞれの国での政治や経済についての話が進むことになり、全体としてトランプ関税全体が一気にガラッと変わるといったような内容にはならないはずです。ここから先は各国の企業の業績にも変化が出ますが、それもまた1日2日で結果が出るような話ではありません。何ヶ月もかけてそれが業績にどれだけ影響が出るかは数値になってみなければわからない面があります。ただし、個別具体的な現象はきっと発生することでしょう。例えば、
中国の港に注目すれば、必ずのようにアメリカ行きのコンテナが山積みになり、そして船便も大幅に減少するはずです。単純に物を運ぶ数量が減りますし、その数量が減れば運ぶ船の数も減るというわけです。これをもってして何か株価の材料に考える人がいるでしょう。そしてこうした動きが企業業績へとつながり、それが国が使うような貿易や経済指標に反映されるのもまた少し先のこととなります。決してアメリカ、中国ともに短期的に経済が上向きとなり、明るい話題とはならないでしょう。ただしこれをもってして何か新NISA制度をものすごく悪役に仕立てる人がいますが、私はそういうものではないと思っています。そもそもこれはあくまでもトランプ政権下における話であり、5年、10年、15年、20年といった非常に長期間の投資スタイルを前提とした NISA 制度は、こうした下降局面といったものもまた投資のチャンスと捉えるべきです。私はこの話題をするときにアメリカの企業としては Apple の名前を何度か出します。それは Apple はアメリカに本社があり、アメリカでデザイン、設計、ブランド作り、そして販売をします。しかし、どこで物を作るかといえば中国で大部分作りますよといった形で中国を多用してきました。それだけに非常に大きな影響が出る企業だからです。しかし、アメリカの企業は何もそのようなビジネスモデルだけではありません。アメリカは様々な企業が先端企業として名を連ねていますが、その中には全くものづくりに頼っていない企業もたくさんあります。例えば Google の場合であれば上場企業アルファベットはものづくりの会社ではなくサービスの会社です。そのサービスとしても特に広告業といった面でインターネットの世界を支配しています。その他インターネットの世界という意味においてはサーバー事業などにおいてもアメリカの企業は非常に大きな売上利益を誇っています。そしてソフトウェアという意味においてはマイクロソフトは未だに非常に有料な企業で、オフィスソフトは世界中で使われ、そこから集まってくるお金はトランプ関税とは全く関係のなく、これからも使われ続けることでしょう。世界市場におけるアメリカ企業の優勢といったものは、未だに強力なものです。何にしても、このトランプ関税の影響が様々なところに波及しているのを一つ、日本政府としてはうまく活かすことが重要でしょう。日本企業の中国進出といったものをより強く戒めるような政策を取るべきですし、また中国から脱出する企業が日本へと帰るようにともっともっと積極的に促進すべきです。日本企業が投資をするのであれば、日本国内で投資を行う。その際に優遇するといった政策はこれからもっと積極的に取るべきです。日本企業は利益を上げても海外での事業所などに対する投資などを行い、日本国内への投資がちょっと少ないんじゃないかといったことは散々言われています。事態が大きく変わろうとしている時には、それはピンチであると同時にチャンスの種も生まれるものだと思っています。日本政府がそのチャンスを生かそうとする企業が現れようとしている時に、それらを後押しするような仕組みといったものを整えてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、ぜひとも他の方にもお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。